悪い人が入っちゃった時の悪い影響も大きいんですよね。だから悪い人はやっぱ絶対入れたくないんですよ。人の価値観をなるべく言語化するというか、採用しただけで稼働はしなくて、採用した後にどれだけ稼働させられるかみたいな。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、そして育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。本日もよろしくお願いします。お願いします。最近うちの会社の中途入社の新人社員が次々に辞めていく結構深刻な事態に陥ってるんですよ今で。なんか採用において何を基準にしてるのかすごく最近気になってきてて、人事の採用基準に問題がある場合ってどのようなケースが考えられるのかなっていうところをちょっと萌社長の視点から教えていただきたいなと思ってます。そうですね。まあでもやっぱりよくありがちなのは、能力だけをフォーカスされて、人間性とか、あとは自社のフィットとか、そういうのはやっぱないがしろにされてるケースが多いんですよね。キャリアとか能力とかそこだけしか見てないってことですかね。そうですね。なるほどなるほど。やっぱ数字しか見てないとか、そういう点数評価だけしかしてない、人間性を見ていないってことなの。まあそうっすかね。人間性を見ろって言っても大変難しいお話なんですけど例えば目に見えるところとか、定量的なものしか見ていないっていう話だと思うんですけど、それってイコールそのリソースとしか捉えてないからだと思うんですよね。なるほど。アップルさんで採用においてはどの辺をやっぱり基準としてるんですか？前提条件の考え方が、職種にもよりますけど、基本はいい人を取ろうではなくて、悪い人を取らないっていうそういう視点ですか？なんですよね。一つはこれの理由としては、一つはやっぱいい人を見分けるって、結構難しいなと。こだわりすぎると、不採用が多くなっちゃうし、緩くしすぎるといい人じゃなかったみたいな結果にもなりがちだし、わからないですよね。例えがいいかどうかわかんないですけど、パソコンをスペックで選ぶじゃないですか。普通はね。例えばじゃあそれこそメモリーがいくつで、CPU が何で、ハードディスク容量がこれぐらいですみたいな、これ数字で明確に出てますと、めちゃめちゃいいよと、でもパソコン使う人って誰だっけっていう時に、極端な話、じゃあ例えばその入る部署の上司みたいな感じだとしましょう。この人とスペックが合ってなければ持て余してんじゃねえかみたいなことにもなりがちだし、人もやっぱ往々にしてそういうことありますよね。じゃあそれだけのスペック持ってるんだけど、要は初期設定をするときに、なんか変な制限をいっぱい入れちゃったら、このスペックが活かしきれない設定を最初しちゃってるんで、そもそも使える使えないの前に使えないくしてから渡してる。なるほど。こんな感じの例えが多分僕的にはしっくりくると思うんですけど、良い人を見極めるって難しいなと。今度は良い人を入れた時の影響もいいんですけど、悪い人が入っちゃった時の悪い影響も大きいんですよね。だから悪い人はやっぱ絶対入れたくないんですよ。そこはどの基準で判断してるんですか？悪い人ってじゃあ何かって言った時に、やっぱ著しく EQ が低い人とか、著しく PQ が低い人とか、IQ も著しく低かったら困りますけど何かが著しく低い、でもやっぱり結局は EQ ですよね。人間性と価値観、例えば道徳的観点って言った方がいいかもしれないですね。例えば困ってる人を見たら助けるか助けないか、みたいな。みんな助けるって面接で言うかもしれないですけど最低限の道徳倫理観みたいな、それがだから人間性とか価値観とかって言ってますけど、これで悪い人は絶対入れない。EQ をその採用で判断するときになんか具体的にやられてる面接方法とかっていうのはあるんですか？一つ分かりやすく定量的に言うんだったらテスト、適正診断みたいな前のももちろんそうですし、あとは質問事項ですよね。人の価値観をなるべく言語化するというか、
希望にしていくってことだと思うので、過去の経験とか、先ほどのような質問とか、積み重ねながら、どちらかというと丸が増えるかじゃなくて、バッテンが入らないかみたいななるほど感じで見てますかね。ありがとうございます。なので良い人見極めるのもなかなか正直難しいよねと、能力だけだったら定量的なところだけだったら見れるけど、なかなかわからないと、で悪い人だけはやっぱ入れたくないと、あとはやっぱ会社の仕組みがある程度一定できてるのと、いうのもあるので、正直なんか能力がバカ高い人を入れても、そこに頼らないようにしてるというか、そういうのもあるので、なるほど。一番弊社にとっての最適解がそのポリシーだと思うんですよね。採用ポリシーみたいな理念とかに近いですけど、そこはやっぱり一旦定めるべきだと思いますよね。確かにそこはまだ不明確なんですよね、うちの会社は。あともう一つ言うと、採用基準ももちろん大事ですけど、なんかその採用プロセスの中で、やっぱりその会社としての価値観を逆に埋め込んでいくっていうのも大事だと思うんですよ。要は採用プロセスっていうのはもちろん会社側からその応募者をジャッジしてるっていうのもありますけど、その過程の中でこちら側の譲れないところ、ちゃんと伝えていきながら理解させるっていうのが必要だと思うので、だからそうですね、それをやりながらやっぱりそこで相違が出てきそうだったら、微妙な判定になるかもしれないですし、アップルさんでいうと3年はそれももちろんそうですねとか、うちの会社は基本中途採用で3年働いてもらうことを約束してもらってるんですけど、マストでねと、3年ちゃんと働けますか、働けないと思うんだったらもう自己辞退くださいみたいなはっきり言ってますし、例えばそこに対しての質問で3年というところで、まずはっと言うので、なんかリアクションとか答えた内容によってコミットできるそうなレベルを見たりとか、実際それに対してどう考えるかとか、だからそういうのをちょっとずつインストールしておくわけですよね。アップルさんの今の採用プロセスも最終はモン社長ですか？いや、僕はやってないですけど、ここは職種にもよりますけど、原則は人事と事業部の責任者で、どっちかが1時どっちかが2時みたいな感じですね。なるほどなるほど。事業部側ってやっぱり雇いたいんですよね、利害関係的には。確かに、だって足りないから募集してるんで、そうっすよね。だから緩くなっちゃう可能性があるわけですよ。なるほど。人事側は逆にそこを客観的に見てくれと。採用を全部人事にやらせると、矛盾したことを全部やらせるわけですよね。要は会社からは何人採用したいっていうのと、質を高めてほしい、量と質の向上をもちろん目指すわけですけど、若干利害関係的に相反しちゃう場合が出てくるんで、確かに。例えば採用目標100人だからっていう時に、あと1人足りねえからこっちちょっと採用基準満たしてないけど、入れちゃおうみたいな、よくありがちだと思うんですよ。だからそういうやっぱり利益相反ちょっと起こっちゃうかなとも思っていて、なのでやっぱり事業部として逆に欲しい、人事としてはこの採用プロセスにおいては、さっき言った悪い人を弾くことを主目的みたいな、フィルターみたいな役割だとなるほどなるほど言って、KGI とか KPI 引いてるんで、そこはそういう担保の仕方してますよね。そういう採用プロセスなんですね、ありがとうございます。あともう一個はやっぱりオンボーディング。入社直後の話ですね。だからさっき言ったパソコンの話でいくと初期設定みたいな研修みたいな。だから応募者がパソコンだとしてスペックがあるとして、そのパソコンを使う人が、仮にその担当の上司だとして、初期設定をするのが上司だとしたらそれがだからある意味オンボーディングの話なんで、いいスペックを取ったら絶対に活躍してくれるみたいな論理ってもう成り立ってないと思うんですよ。そもそも違うし、確かにそれこそリソースってしてみてたらそうなんですけど、どれぐらいできますかって話なんで、今まで過去の実績で、この仕事を1日100件こなしてましたと、で月間でこのぐらいこなしてました、じゃあうちでもそれやってくれるのかな。これ完璧にスペックでありリソースの話しかしてないんで、でもやっぱり単なるリソースだけではなかったとしたら、やっぱりちゃんと活躍してもらいたいので、
その初期設定はすごい重要で、なぜかっていうとやっぱり一番最初が一番話聞くんですよ。一番素直に真面目に、入社研修とかも多分そうだと思うんですけど、一番最初が素直に真面目に話を聞くんだと、そこでやっぱり譲れないことをインストールしたりとか、さっきの採用プロセスの続きですけど、やっぱちゃんとしとかないとずれてきますよね。なるほどですね。そこはじゃあもう本当に採用から入社後の研修までは徹底してやってるってことですね。そうですね。そういう趣旨でやってますよね。ありがとうございます。なのでその誰を取るか、優秀な人を取るか取らないかっていう基準においては、僕らの考え方としては、いい人を取るんじゃなくてダメな人を取るなというポリシーと、あとはこの人が入ったからいいんだじゃなくて、この人がどれだけ能力を発揮できるかということなので、誰を取るだけじゃなくて、どう活躍させるみたいな観点結構大事にしてますよね。なるほどですね。確かに俗人的になったらね、元も子もないと思うんで。ありがとうございます。面白いですよね。いい人を取ってきたら勝手に活躍してくれると思ってるから、じゃあいい人って何なのっていうと、人間性も良くてスペックも高くて、みたいなことをやっぱ理想郷を描くじゃないですか。本当にそんないい人ってそんないんのかなみたいな。そうですね。しなくてもじゃあそれって学歴とか経歴とか、スペックだけで判断でいいのかなみたいな。確かに。いい人取れたよって言うけど、いい人って分かるのっていつですかって話なんで、いつも思う。そうですよね。だから採用だけしたらもうあとは稼働するみたいに思ってるけど、採用しただけで稼働はしなくて、採用した後にどれだけ稼働させられるかみたいなことを考えていかないと、裏を返せばですよ、いい人を持ってきたらうまくいくっていう感じだったら、確かにそうなんですけど、さっきのそのスペックだけで見たら、ね、やっぱリソースとしてしか見てないじゃないですか。なんか雇われる方も、いや、あなたのスペックだけ見てますんでと。今まで出してきた実績をもとに能力を計算して、スカウターみたいなあなたの能力出しましたんで、この数値が高いか低いかだけで採用か採用じゃなく決まりますって言ったら、そもそも面接期待になりますよね。確かに。なんだこいつみたいな思いませんかと。そうっすね。だったらもう別にさ、もう学歴だけで全部判断して処理線をしてくれよと思うし。アップルさんはそういうあれはないんですか？大卒以上とか。それはないですね。僕がそもそも中卒だから学歴が関係ないってことを証明したいとも思ってますし。なるほど。確率論だと思ってるんで。真面目に働いてもらう確率論。それは学歴で多少変わるかなと思いますよね。継続できるかできないかみたいな話もそうですし。なるほど。大学生の方は当然、今まで小学校から大学生まで勉強、学校に行くっていうことを継続していたから、これから先も継続できる確率は高い。そうかそうか。中卒とかは高校に行くの途中で辞めた人だから、一回辞めてるから、継続率としては当然確率は低いですよねっていうのは。確かに。それは、結構顕著かなと思うんですよ。ダイヤモンドがどこにいるかは、そうっすよね。あんまりそこには比例しない。むしろ逆に大卒の方が頭固い人が多いかもしれない。固定概念が結構高い人とか強い人とか、中卒の方が割と固定概念は意外とない可能性もあるじゃないですか。そうですね。社会の常識に別にあんまり縛られてないんで、ダイヤモンドとしては発掘確率で言ったら本当はそういう人の方があるかもしれない。いらっしゃいました？アップルさんでもそういう。いますよ。なんか自分のこと言うのも変ですけど、僕自身もそうじゃないですか。そうですね。世間一般的に言ったら中卒で、中学もそうほぼ行ってないから小卒で、でもやっぱりこう活躍できるというところでは自分がそうですし、もちろん長く見えますよね。その代わり継続する確率絶対やっぱり大卒の方が多いかもしれない。確率は高い。なるほど。あくまでも確率。結構奥深いですね。やっぱそう考えると人事って。そうですね。ありがとうございます。成果を出すためにやっぱり採用を考えたときには、しっかりと採用基準、採用ポリシーみたいなものをやっぱり定めた上に、採用のプロセス、オンボーディングみたいなエントリーマネジメントをしっかりすることしかないと思いますので、ありがとうございます。
皆様からいただくいいねやコメントは見ておりまして大変励みになっております。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。